はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。秋も更け、季節は冬へと移り変わっています。気づけば今年も残りわずかです。忘年会などで旅館を予約している方もいるのではないでしょうか。旅館の料理ってワクワクしますよね。この前行った旅館で出てきた紙の鍋が気になったので、今日は紙の鍋をご紹介します。それでは早速やっていきましょう。今日はこちらの紙の鍋を用意しました。紙の鍋、言っていることがわからないですよね。旅館とかで鍋物が紙の鍋で出てきたことある人いませんか？自分は何度か紙の鍋に遭遇して不思議だなぁと思っていました。紙なのに火で温めても燃えないんですよね。袋から出すと普通の紙です。見た目は普通の紙ですが、一応表面に防水のコーティングはされているようです。画用紙に折り目をつけたような厚さです。この紙の鍋の中に出汁や具材などを入れて、下から燃料で火をつけることで温めることができます。紙だから火を当てたら燃えそうですが、不思議と燃えないんですよね。こんな感じで焼き台に受け網を乗せて、その上に紙鍋を乗せます。この下に燃料を置いて火をつけます。一度水を入れて試してみましょう。なぜ紙なのに燃えないのかというと、水の沸点は100度を超えることはありません。紙の発火点は300度以上と高いため、水がある部分は常に温度が冷まされているため、紙が燃えずに中身を温められるという仕組みです。上質紙で450度、新聞紙だと290度くらいが発火点です。言われてみるとそうかと納得しますが、実際に見ると不思議ですよね。炎は800度から1000度くらいあるので、水を入れずに火をつければ紙なので簡単に燃えます。この紙鍋を使う利点は演出的な目的が大きいようです。特に紙だから美味しくなるなどのメリットはないようです。この状態で出てきたら確かにちょっと会話のネタになりそうですよね。それでは今日はこの紙鍋を使って湯豆腐を作って食べてみます。まずは具材や薬味をカットします。ネギをカットします。すだちをカットします。次に椎茸をカットします。次に生姜と大根をすります。豆腐を用意します。鍋に昆布を入れ、水を注ぎ、30分くらい置いておいて、弱火で火にかけます。沸騰する手前で昆布を取り出し、塩で味を整えます。紙鍋に出汁を注ぎます。燃料を置いて火にかけます。具材の豆腐、ネギ、椎茸を入れて煮えるのを待ちます。いただきます。今日は群馬の牧野酒造の大阪月の純米吟醸を飲んでみましょう。牧野酒造は1690年創業で、現存する造り酒屋としては群馬県内最古の老舗酒造です。創業330年以上ってすごすぎますね。この大阪月はもちろんですが、最近ではマッチョ日本酒などユニークな商品も展開しています。米の旨味がしっかりとあり、果実のような芳醇な香りを感じます。気軽に毎日の晩酌とかで使いたいですね。これだけ火にかけても燃える様子はありません。それでは煮えたので湯豆腐いただきます。やっぱり湯豆腐食べるなら薬味たっぷり欲しくなっちゃいますよね。しっかりと煮えています。この熱々の湯豆腐をポン酢で薬味たっぷり食べるのがたまらないです。寒くなってきたからこそ、こういった温まる料理が恋しくなります。熱々の豆腐を口に含んでハフハフ言いながらお酒を口に運ぶ。すべての準備を終えて一人のんびり晩酌にぴったりのメニューですね。これからの季節の定番になりそうです。豆腐というシンプルな食材ですが、薬味をたくさん用意することでいろいろ変化を出せて飽きさせません。今が旬の下仁田ネギも甘くていい味を出しています。しっかりと煮えたとろっと柔らかいネギがポン酢に浸ることで味が染みてお酒が進んじゃいます。豆腐だけでもいいですが、ちょっと好きな野菜も一緒に煮るとバランスもいいですね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。紙鍋いかがでしたか？理科の実験みたいで面白いですね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。